はい、どうも、ときまるです。お疲れ様です。皆さんはどんな T シャツを最近は着ていますか？もうだいぶ暑くなってきて、もう夏、完全に T シャツの時期なんですけども、私ちょっと T シャツがかなり好きな、人種というか、T シャツ好きで、ちょっと語ると長くなるんですけど、ちょっといつものように、好きなもの語りしていこうと思います。で、今日ちょっと新しく買った T シャツの紹介で、ヒアネスという靴下の、ブランド、靴下の、ブランドというか靴下の紹介を前回、動画で上げてるんですけど、そこが出している新たに出したですね T シャツを買ったので紹介していきます。断っておくとスポンサードはされてません。もう自分勝手に、自分の好きなものを紹介していくコーナーです。はい。で、ちょっと開けながらやっていこうかな。T シャツ好きは結構多いと思います。僕もバンド T とかプリント T とかね、やっぱこう音楽のカルチャーとか、いろんなこのカルチャー、基本的にミュージックカルチャーとか、あと90年代とか、あとヒッピーカルチャー的なところもありながら、あとファッションの文脈でもすごいその T シャツってなんかその必ずどのブランドであってもラインナップする商品だと思うんですよ。だから服の中でやっぱりこう基本となるというか、やっぱりこう肌着に近いっていうところもあって、ソックスとかショーツ、アンダーウェアですねみたいなものにこう近いので、やはりこう着心地っていうところでやっぱりこうブランドの特徴がストレートに出るようなアイテムだと思うんですね。だから結構ハイブランドとかでもやっぱりこう無地の T シャツとかいろいろ出してると思うんですけど、やっぱそういうところもこうクオリティ勝負というか、かなりこうサイジングとか素材とか、あと作り方ですねにこだわりがあって、それぞれ作ってるっていう感じです。で、僕バンド T とかそういう柄 T とかプリント T もすごい好きで、なんかそういうこう使い古された T シャツみたいなのもすごい好きなんですよね。だからこうヨレヨレになるまで着ちゃうんですけど、ヨレヨレまでなって着ちゃって味が出てる T シャツを着ている人たちを見ると、なんかファッションだなって思いますよね。そういうのも好きだし、でも一方でやっぱり無地 T も好きで、いろいろこう、ヘインズとかね、ああいうこうアメリカのボディみたいなところから、あとはちょっとヨーロッパのメゾン系のブランドが作っているような無地 T とかにも一時期ハマってた時期があったりとか、今もハマってはいるんですけど、あとはね、であと山の、登山と旅行の文脈、旅の文脈でいくと、やっぱその機能的なT シャツっていうところで、またちょっとそういうなんていうかな、プリントとかそういうファッションとは違ったアプローチで T シャツを好む人たちもいると思うんですね。でやっぱり僕もちょっと山とか、ランニングとか、で最近だとヨガとかやってるんで、かなり T シャツの消費量が増えています。で、1日に多い時で3回着替えるね。今ちょっとこれ朝ヨガの練習終わってすぐ撮影してるんですけど、もう1回終わるとやっぱ T シャツって洗濯するから、そうするともう次2枚目なんですよ。2枚目に手を出して、でそしてまた昼とか、ちょっと汗ばんだちょっと活動とかやって仕事とか終わると、夕方前にもう一回着替えたりとかすると、もう本当って夏場ってこう3回ぐらい T シャツ着替えたりするので、消費量が非常に上がってるってこともあって、で僕もういつもだいたい4枚ぐらいかな、手元に持つ T シャツって4枚ぐらいなんですけど、今年はちょっと買い替えの時期も重なってて、今7枚ぐらいこういう風に手元にT シャツが増えてます。でもね、テクニカルな T シャツって今そんな持ってなくて、実はキャプリン、ここにあるパタゴニアですね、パタゴニアのキャプリンクール、これしかテクニカルな T シャツは今持ってないんですよ。だから、全部他にあるのは、綿です。綿の T シャツです。綿 100%。だからちょっとこれは今日は話長くなるのでここ置いといて、でちょっとこのパタゴニアの比較において、ヒアネスの T シャツをちょっとレビューしていこうかなと、レビューみたいになればいいかなと思っています。はい。
でやっぱりその山とか登山では、ベースレイヤーとして、使うもので、基本的な T シャツだと思います。で化繊が大体使われていて、化繊かウールですねが主流なんですけども、はい、でこのパタゴニアは完全に化繊ですね、 100% で、これ結構使ってるっていうか、好きな人多分相当いると思うんですよね。僕もこれもうだいぶファンです。はい、パタゴニアファンです。はい、ちょっとパタゴニアちょっと最初ざっくり一回これについての話してみますか。これはねキャプリンクールっていう名作なんですけど、これポリエステル 100% です。でポリエステルの特徴というと、やっぱりこう汗をもうそのままダイレクトに外に出すような感じで、汗ばもうすごいこう生地自体がサラサラでふにゃふにゃで、汗かいてもあまりこう中に溜め込まずにすぐに外に、出していく感じで、ほとんどもうすぐ乾くような素材感です。なので結構もうバンバン汗かくような、ランニングとかそういうハードな登山とかに向いている素材で、いろんな、登山メーカーのウェアに使われているような素材です。でこれに関してはもう3年ぐらいこれ使ってると思うんですよ。全然なんか3年経ってもへたらない、なんかこう若干色あせはしてきてるんですけど、これはへたらないんですよねだからめちゃくちゃこう長く使えて、しかもこう、すぐ乾くので、ここにこうループがあるだけのこれにこうハンガーとかない時もこれを、そのままですね、なんかこう突起のとこにかけておけばすぐ乾くみたいなのもあって、すごい重宝してますね。だから旅行に行く時はだいたいもうこれと綿の T シャツ、他の T シャツ1枚を持ってって、で当日終わったら洗って、乾かしておく。でまた次の日、もう1枚を着るみたいな、なんか2枚で、最軽量で行く時は2枚っていう感じで行ってます。でちょっと着用の感じは、パタゴニア使ってる方は分かると思うんですけど、日本人サイズの表記ではないので、S サイズが普段 S を着る方は XS、普段日本サイズで M を着る方は S サイズぐらいの、サイジングが、いいかなって感じです。で、過去に旅動画とか山動画とか上げてると思うんですけど、そちらの着用の感じ見ていただければと思うんですけど、だいたい黒い T シャツを僕が着てるときはもうほぼこれです。はい、ほぼこのキャプリンを着ています。はい、そんな感じです。でパタゴニアのね、これはもう本当にこれだけで、だから今ちょっとテクニカル系というか、ベースレイヤー兼1枚で着る感じのは使っていると。でやっぱり最近そういうふうにさっき言ったようにヨガとかランニングとかが多くなってきて、あれですね、もう1枚ぐらいちょっとテクニカルなものないかなと思って探していて、で最初はいろいろウール、メリノウールとか、今までも使ってたんですけど、やっぱりウール 100% だと結構保湿っていうか保水力が高すぎて結構乾きにくいんですよね。でもこう気持ちよくて肌触り良くてすごく好きな素材ではあるんですけど、大和道さんとか、あと実はこのヒアネスの、ウール 100% のものも以前使ってました。それはちょっとねいろいろ問題があって、サイジングとか、僕にとってのサイジングとか、あと薄すぎる生地感みたいなものがちょっとフィットしなかったんですけど、で今回この出ているのがドライウール T シャツというモデルですね。ドライウール T シャツ、でこれは今までのウールとどう違うかというと、ウールとポリエステルのミックス素材になっています。ウールが 53% でポリエステルが 47% というふうに、ウェブサイトには書いてますね。だからウールのいいところと、こっちのパタゴニアとかに使われているこの 100% のポリの感じのいいところを半分ずつ合わせ持った素材感っていうところです。で僕ハーフブレンドって結構好きで、今までヘインズとか
こうアメリカのボディメーカーでも、ギルダンとかに50%50% 面50ポリ50みたいなモデルが出てるんですけど、それを割と使ってきました。でもこのウールっていう素材で5050っていうのは初めてですね。なのでちょっとこれを試してみようかなと思います。でシンプルな無地 T ですね。ちょっと画角がすみません、全体像が見えないんですけど、で、僕はちょっと M サイズを選びました。首詰まっててなんか結構いい感じですね。肌触りとしてはもう一つのヘインズのウール 100% のモデルよりも若干ちょっとやっぱざらついてるような感じは今ありますね。で裏側にこうちょっと刺繍が入ってると。で前回のウール 100% のものはすごく良かったんですけど、やっぱりこう耐久性の部分とあと透け感、色が薄いものを使ってたので、透け感が結構あったっていう感じで、今回ちょっと濃い色を選んでます。で、若干やっぱりそういういろんなこう意見とかを聞きながら、やっぱりこうメーカーさんも地道な改良をしているので、サイズ感とか素材感に関しては多分ね、毎年アップデートされてる、微妙にマイナーアップデートされてたりすると思うので、これはその中でちょっと今回いい感じだと思います。ちょっと着てみないと分かんないところはあるんですけど、そんなに薄くもなく厚くもなく、なんか絶妙な感じですね。そう前回のねヒアネスのモデルも、M サイズを着たんですけど、若干丈が短いっていうのはあるんですよね。これでやっぱウールって縮みやすい素材なので、結構洗濯してハードにやってるとこう縮んできます。だから、縮んでもまた結局水吸ったりしたら伸びたりはするんですけど、なので割とこうちょっとルーズめというかのサイズでも1枚で着たい人とかはいいと思います。ただ完全にベースレイヤーで、冬とか春秋とかですね、まだちょっと寒い時にインナーとして着るみたいな時は割とタイトなものでもいいかなと思います。そういう感じで自分はサイズ感選んでます。そんなとこですかね。でちょっと、今後この2つで、着ていこうと思います。でこのパタゴニアに関してはもう完全に耐久性が証明されてて、もう自分の中では、なんかこれがまたダメになったらもう一回キャプリンデイリー買うかなって感じで、この夏はちょっと2枚でねやっていければいいかなと思います。いろんな今大和道さんのねなんか簡単に買えなくなってきてるんで、ちょっと新しいね、このでもヒアネスさんが最近やっぱり山の方にシフトしてきてますね。ラインナップ見るとね、山シャツとか、パンツ類もショーツですね、ショーツも、マウンテンショーツみたいなモデル出してたりとかで、ランニングのブランドなんですけども、ウール素材を、最初から使っているところなので、そのやっぱ親和性がいいというか、やっぱ山とランニングみたいなところで一緒に合わせてやる人もいますしね。とにかくあれですね、ウール今僕もロングスリーブの長袖のやつは1枚持ってるんですけど、やっぱりこう消臭効果がすごい高いのが、ウールの特徴です。だいぶ汚いってよく言われるんですけど、23日ぐらい、旅で着てても大丈夫です。でもちゃんと洗濯はした方がいいでしょう。じゃあ今日は、そんなところでダラダラと喋ってきましたけども、以上です。皆さんのおすすめの T シャツあればぜひ教えてください。なんかね結構山の人ってこうウール派か完全にポリ派かみたいな、河川派かみたいなの分かれると思うんですけどね、どっちもどっちというか、どっちにもメリットデメリットいいとこあって、だから迷うところではあるんですけどね。でもそのこうなんか半端ないいとこ取りをしたこいつがどういう風な使い勝手になるのかっていうのはちょっとこれから、長期的に試していきたいと思ってます。
はい、でまたなんかこうそこで気づいたこととかあれば、ちょいちょい発信していければと思うので、はい、チャンネル登録などもして見ていただけると嬉しいです。今日の動画は以上です。ありがとうございます。良い T シャツライフを。すいません、こんなちょっと鏡で今ね着てみました。着用の感じ見ていただければと思います。なんかすごいいいですね。丈感も良くなって、これ M サイズなんですけど、僕で身長170、体重56キロぐらい、なんかこうそこまでタイトでもなく、ルーズフィットすぎずっていうか、ちょうどいいっすね。で首周りも結構しっかりしてて、若干詰まってる感じだと思うんですけど、チクチクもせずですね、かなり気持ちいい感じです。サイズ感いいですね。